集計品を使った裏技を3選ご紹介したいと思います。結構明確に差が出るのでこれおすすめです。この寝てしまったこういう毛を起こします。シューケアをやっていただきたいんですが、素材によっては先ほどのケアが向かない素材もあります。で、どこでじゃあ判断するのかっていうところでいろいろちょっと持ってきたんですけど、まず見た目が全くツヤのない素材ですね。で、特にこのスウェードなんかはクリームを塗ると絶対黒くシミになってしまうので、スウェードは NG です。見てツヤがなかったらちょっとこれはまずいなと思っていただいて、お近くの修理屋さんだったりにご相談いただければいいかなと思います。あとはスウェードと同様にヌバックですね。これ履いてるとちょっと潰れてツヤが出てきてしまったりするんですけど、これもマットなものになるので、クリーム先ほどのケアの方法だとちょっと向かないかなっていう感じです。他にもよくあるこういうシルバーとかゴールドとかのラミネートの靴ですね。これ箔加工で革の上にシルバーの箔を乗せているだけになるので、これリムーバーもクリームも入りません。やるとしたら水拭きだったりとか、リムーバーも少しだけ取って汚れてる箇所だけ優しくこする。これ強くこすると箔が剥がれる可能性があるので、そちらも気をつけてください。こちらですね、エナメル系の、あとパテント系とかいうコーティングされてるような素材、これはマットなものではないんですけど、革の表面に加工がされています。通常の汚れ落としを使ってしまうと曇らせてしまったりとか、傷が入ってたりするとそこからコーティングを剥がしてしまう可能性があるので、こちらも先ほどのケアだとちょっと向かないかなっていうところです。はい。あとですね、こういうビビッドなカラーのものです。こちらは先ほどのケアで大丈夫です。でも1点だけ気をつけていただきたいのが、汚れ落としをするときにつま先に傷とかがあると、そこら辺を強く汚れ落としでこすろうとすると、この色が剥がれて抜けてしまうことがあります。ですので、傷があるかなないかなっていうのを確認していただいて、その周辺はちょっと意識して優しく汚れを落としてあげると、上手にできるかなっていう感じですね。こういう白い靴もこういうカラーものと同様です。ペンキみたいな感じで革の表面に白い塗装をかけてます。で、この塗装が剥がれてしまうと、中のベージュだったり茶色だったりっていう皮が出てきてしまうことがありますので、汚れ落としを強くかけすぎないようにしていただけるといいかなと思います。で、最後に意外にっていうやつなんですけど、このツヤっとした皮、わかります？光沢がもともと強くってシワ感があんまりないものっていうのが、実はこれも塗装側になります。表面を塗装してペンキみたいなのが一層乗っているレザーになるので、これクリームがほとんど入りません。なので、ケアの方法は汚れ落とししてクリームつけても薄く伸ばすぐらいにとどめていただけると綺麗に仕上がるかなと思います。ベースのケアをご紹介したんですが、結構向くもの向かないものっていうのが革であるので、そこら辺見極めて、ちょっと難しいと思うんですけど、ご自身のお持ちの靴とかこれから買おうかなと思っているものを見ていただいて、しっかり観察した上でいろいろちょっとチョイスをしていただければいいかなと思います。はい。集計品を使った裏技を3選ご紹介したいと思います。まず、これ裏技というかクリームの機能にも載っているところではあるんですが、ローションタイプがいいかな。ローションタイプのクリーム、実はこれ汚れ落としの効果もあるものが多いです。クリームだったら何でもできるっちゃできるんですけど、白い
スニーカーとかあんまり強く汚れ落とししないでねっていうご案内をしたんですが、汚れ落とし専用のこういうリムーバーだとちょっと強すぎる場合があったりするので、これの代用をこういうクリームでやりたいと思います。ちょっといきますね。もう単純です。布にちょっと取っていただいて、すり込むっていうよりは拭き取る感じでこうやってもらうだけです。リムーバーほど強くないんですけど、ねっとりしてるんで、こういう白靴とかの場合は栄養を与えながら汚れを取ることができます。ちょっとこういう傷は残ってしまうんですけど、こんな感じです。結構取れません？取ってない方と比べるともうこれぐらいの差が出ます。なのでこれから始めたいなっていう方でリムーバーを買ったりブラシを揃えたりとか、ちょっとそこまではやらないかもなの場合はローションタイプのクリームが1本あるだけで汚れ落としもできるし栄養補給もできるし、結構便利だと思います。もうちょっとやってみましょうか。これぐらいかな。ちょっと取りますね。こういうスニーカーのお子さんと遊んだりするとこういうのついたりするんで、こういう汚れですね。いきますよ。ちょっとこの真ん中を取ります。これリムーバーでやるとこのプリントされてる T の黒がどんどん薄くなっていっちゃったりすることがあるんですよ。でもローションで落とすと薄くなることもなくって汚れだけしっかり落ちてくれる。これがやった方とやってない方、結構明確に差が出るのでこれおすすめです。こんな感じですね。先ほど紹介したレザー用のリムーバーを、これ皆さん知ってるメラミンスポンジですね。ここに少し多めにつけます。つけました。ちょっと分かりづらいけどつきました。ここでソールいきます。ここら辺からここら辺までいきますね。いきます。これ優しくこするだけです。優しくこするだけ。これめっちゃ綺麗になりません？速攻で。これ水だとうまくいかないというか、水だとこんなに落ちないんですよ。レザー用の汚れ落としでやっていただくとすごく簡単に、しかも早く綺麗にできるので、これはぜひご自宅で試していただきたい。今この拭いた濡れてるのをこう拭き取ってあげるとこの感じです。これあんまりやってる人いないんで、もうぜひおすすめ。結構ご紹介した靴のクリームで60色70色販売されていてもどうしても合わない場合っていうのが多分出てくるんですけど、特にブルー系のもののネイビーって結構こういう濃いものがすごく多かったりするんですよ。この場合、ちょっと一手間が入ってしまうんですが、こういう感じで小皿とかに出していただいて、何でもいいです。ローションタイプのものでもいいし、同じように乳化性のクリームでも構わないので、ちょっと今回ローションでいきましょうか。これニュートラルのカラーレスってやつですね。これちょっとだけ混ぜます。でこう混ぜてもらうと分かります？これが元色ですね。元の色、結構濃い色。これが元の色ですね。でローションのこのカラーレスを混ぜると、絵の具を水で伸ばしてあげるような感じなんですけど、少し薄い色を作ることができます。こういうふうにカラーレスのクリームをお持ちであれば、ローションタイプのものとかをお持ちであれば、自分の好きな好みの色にしながら酢に合わせてこうクリームを塗っていってあげるっていうことが可能になりますので、クリームって混ぜちゃダメなんじゃないのっておっしゃられる方結構多いんですけど、
そこはどのメーカーのものでも同じ乳化性瓶に入っているようなクリームであればブランド関係なく混ぜていただいて大丈夫なので、少し買いに行くのめんどくさいな、探すのめんどくさいなの場合はちょっといろいろお手持ちのクリームを見てみて、絵の具混ぜるみたいに混ぜてもらって使っていただくっていうのもありだと思います。先ほどご紹介した基本のシューケアでちょっと向かないものとしてスウェードとヌバックをご紹介したんですけれども、スウェードとヌバックはまた別のケア方法がありますので、そちらすごい簡単なんでご紹介しますね。スウェードこちらになります。もうクリーム塗ってしまうと本当にすぐにシミになってしまうのでクリーム自体は塗れないんですが、スウェード用のこういうミストオイルっていうものが販売されています。こちらを使ってケアをしていきます。履いたスウェードはちょっと汚れてると思うので、こういう100均とかで売ってる雑巾というか少し毛足の長い布を使っていただきます。専用の汚れ落としもあるんですが、僕のおすすめは水です。水を、霧吹きでちょっと湿るぐらい取っていただいたら、これで結構力強くいっちゃっていいです。いきます。結構こういう感じでゴシゴシこすっていただいて、でもちろん表面全体的に多少濡れてしまうんですが、もう気にせずやっていただいて、でこれ乾燥させます。で乾燥をしっかりさせてください。乾燥しましたら専用のこういうワイヤーブラシっていうのがあるんですけど、これワイヤーのものと、あとは化繊のちょっと硬いやつ、スウェード用のブラシですね、ゴムブラシとかもあるんですけど、そちらを使って少しこの寝てしまったこういう毛を起こします。で先ほどのスムースレザーとかの時のブラシのかけ方と違ってスウェード、寝てるスウェードを起こすので、当てたら指で弾く、こんな感じで手首を返して弾いてあげる。で寝ているスウェードが起きてくるので、しっかり表面が起きるまでやってあげてください。こんな感じ、こんな感じですね。で毛がしっかり起きたら先ほどのオイルミストですね、これをかけていきます。いきます。ギュッと濃くはなるんですけど大丈夫です。これ今まで僕ピンクとかブルーとかかなりパステルカラーのものにも使ってはきたんですけど、一回もシミになったことないので、しっかり乾燥さえさせればこういうふうにポツポツってなってたとしても綺麗にオイルが入ってくれるので、怖がらずにやってください。オイルが入ってるとスウェードって色が濃く見えるので、黒とかで色が抜けてしまったなの場合はもうオイルをかけてあげるだけでその色が多少戻ってはきますから、かなり見た目も変わってくるかなと思います。スウェードはこんな感じに仕上がりましたけどいかがでしょうか。少しこれ保管がずっと蛍光灯の下に置いてあったんで、少し他のものより白っぽく白っちゃけてたんですけど、それが少し改善されてるかなと思います。他のベージュだけじゃなくて他のカラフルな色のもの、特に女性の靴はパステルカラーとかが多いと思うので、そういったものに対してどうやったらいいのかなとか、色を戻すためにはどうしたらいいんだろうって悩まれてる方は是非一度スウェード用のミストを使っていただいてお手入れをしていただけるといいかなと思います。今回僕が監修をさせていただいた97% 天然成分にこだわったレザーケア乳液のご紹介をさせていただきたいと思います。用途を広く使えるように靴だけじゃなくてできれば革小物、ベルト、バッグとかにも使っていただけるように柔らかい乳液タイプのレザーの栄養クリームになります。保湿クリームですね。
使っているのがブドウツルエキスだったりとか、北海道の間引かれたエゾジカのオイルだったりとか、エシカルとかそういうところにもこだわって作ったものです。化粧品の企業さんと一緒にコラボして作らせていただいたんですけど、こんな感じですね。ワインのブドウに使うブドウの捨てられちゃう葉っぱとか、そういうものを再利用して環境により良いものをケアで実際楽しんでいただこうと思って作ったものになります。皮自体が食肉の副産品になるので、その副産品で作られた製品を他のものの副産品でケアをするっていうちょっと面白い試みかなと思います。もう本当に単純にこれを少し布に取ってご自分の気になる製品にすり込んでいただくだけで全て完結するクリームになってますので、これからケアを始めたい方、誰かにプレゼントを考えている方、ぜひぜひここにアクセスしてご購入の方お願いいたします。よろしくお願いします。先ほどみたいに皮の表面をさささと拭くだけです。皮用の除菌スプレーと除菌シートになるんですけど、こんな感じでここのシワの深さが変わってると思います。